過去日本では5つの国際博覧会が開催され、将来2つの博覧会が開催されることが決まっています。今回の動画ではその7つの博覧会についてそのそれぞれを振り返ります。1970年、日本初の本格的な国際博覧会大阪万博が大阪の千里丘陵で開催され、人類の進歩と調和をテーマとしました。この万博は77カ国と4つの国際機関などが参加し、183日間で約6422万人もの来場者を集めました。この入場者数は現在でも世界の万博史上第2位を誇り、さらに国際博覧会史上初の黒字も達成して、まさに日本の技術力と文化力を示す一大イベントとなりました。広さ330万平方メートル、東京ディズニーリゾートの 6.5 倍もの敷地には、モノレールや動く歩道、ロープウェイ、電気自動車など最新の移動設備が導入され、訪れた人に未来の交通都市を体験させました。アクセス路線の整備も進み、当初は地下鉄御堂筋線の延伸が望まれていたものの、北大阪急行電鉄の南北線が代わりに開通して海上アクセスを担い、万国博終了後は現在の北大阪地域の発展を支える重要な路線の一つとなっています。さらに周辺の高速道路網も急ピッチで整備が進み、開催直前には近畿自動車道が開通、吹田インターチェンジも供用を開始して、この一帯のアクセスが改善されました。この吹田インターチェンジは当初、名神高速道路とは直接接続されておらず、中国自動車道の発着点でもある中国吹田インターチェンジとは一般道を経由する必要がありました。しかし、1979年に両インターチェンジをつなぐジャンクションが完成して、利便性はさらに向上しています。また、万博に合わせて新幹線の光号が全車16両編成となったほか、大阪国際空港、伊丹空港には3000メートル滑走路が整備されました。1975年、沖縄返還後の復帰三大事業の一つとして、沖縄海洋博が開催されました。テーマは海、その望ましい未来で、約349万人が来場。日本を含む36カ国と3つの国際機関、さらにオランダ実施が参加し、沖縄の未来と海洋の可能性を広く世界に発信しました。会場内では KRT、ニューシティカーと CVS、未来カーといった自動案内機乗式旅客輸送システムが導入され、それぞれ未来のバスやタクシーとして紹介されました。また、博覧会の目玉となったアクアポリスという会場に浮かぶ未来都市も話題となりました。100メートル四方のこの構造物には宿泊区画や発電設備が備わり、海上都市としての可能性を示しました。交通インフラの整備も進み、沖縄自動車道の巨大インターチェンジから石川インターチェンジ間が開通しました。鉄道のない沖縄ではシャトルバスが那覇市、沖縄市、名護市から運行され、さらに沖縄新港からホバークラフトやハイドロフォイルも利用されました。ちなみに当時の沖縄はまだ右側通行だったため、訪れた本土の観光客には戸惑いもあったと言われています。県外からの観光客は1974年の81万人から海洋博が開催された75年には156万人にまで増加し、沖縄の大規模環境開発のきっかけとなりました。来場者数目標の450万人には届かなかったものの、海洋博は沖縄の観光産業に大きな影響を与え、閉会後は会場は海洋博覧会記念公園として整備され、現在の美ら海水族館へとつながる歴史を刻みました。1985年、筑波研究学園都市を舞台に筑波科学万博が開催されました。テーマは人間、居住、環境と科学技術で2033万人が訪れ、当時の特別博覧会史上で最高の入場者数を記録しました。日本を含む48カ国と37の国際機関、さらに28の民間企業・団体が参加し、科学技術の未来を世界に向けて発信するイベントとなりました。交通面では、つくばエクスプレスがまだ開通していない時代であったこともあり、国鉄常磐線に臨時駅の万博中央駅が設けられました。この駅は牛久駅と荒川沖駅の間に位置し、会場への輸送の要となる存在でした。駅から会場までは日本初の連接バスであったスーパーシャトルバスが運行され、訪問客をスムーズに会場へ運びました。また、宿泊施設の不足を補うため、寝台列車エキスポドリームが運行され、土浦駅で夜を明かした後、翌朝に観光客を会場に送りました。会場内でも交通技術が注目を集め、HSST と呼ばれるリニアモーターカーやミニモノレールビスタライナーが運行されました。さらに世界最大の観覧車コズミックスペースが設置され、ビスタライナーと観覧車は万博の終了後、大阪のエキスポランドに移設されています。科学技術の展示として二足歩行ロボットが登場するロボットシアターや先進的な映像展示が特に人気を博しました。
筑波万博は当時アクセスが悪かった首都圏からの交通インフラを整備するきっかけともなり、常磐自動車道上には臨時出口も設置されました。ちなみに常磐線上にあった万博中央駅は一度廃止されましたが、その後、日立の牛久駅として復活し、再び駅として供用されています。この万博は科学技術への国民の理解を深めるとともに、国際親善を促進する役割を果たし、会期終了後は会場跡地は筑波西部工業団地として転用されました。現在ではダイキン工業やレイヨン工業などの企業が医薬品や高分子材料などの研究開発を行う拠点となっています。1990年、国際花と緑の博覧会、通称花博が大阪鶴見緑地で開催されました。テーマは花と緑と生活の関わりを捉え、21世紀へ向けて潤いのある社会の創造を目指すというもので、約2313万人が来場し、日本国内では1970年の大阪万博に次ぐ入場者数を記録しました。日本を含む83カ国、55の国際機関、212の企業・団体が参加し、アジア初の大規模な国際園芸博覧会として大きな注目を集めました。会場へのアクセスのために、日本初のリニアモーター地下鉄である大阪市営地下鉄鶴見緑地線が建設されました。また、JR では臨時列車が多数運行されたほか、京阪電鉄も特急列車を森口市駅に臨時停車させるなど、交通面でも大規模な対応が取られました。自動車では、近畿自動車道や阪神高速の各インターチェンジからもアクセスが良く、会場には約1万5000台分の駐車スペースが設けられていました。会場内ではアドベンチャークルーズというウォータースライドや SL 鉄道義経号などが展示され、義経号の山の駅と風車の駅はそれぞれ福知山線の柏原駅と小浜線の若狭本郷駅へ後に移設されています。また展示としての目玉である昨夜この花館や命の塔などは現在も鶴見緑地内で保存されています。また鶴見緑地の特徴として、もともと都市部の廃棄物や地下鉄建設の残土で生み立てられた土地が緑化されたというものがあり、この特徴が博覧会の会場に選ばれた理由の一つとなりました。2015年の愛・地球博は自然の英知をテーマに掲げ、約2205万人が訪れた21世紀初の国際博覧会でした。これまでの万博が主に開催国の技術力や国力をアピールする場とされてきたのに対し、愛・地球博では地球環境や持続可能性の開発に取り組むことが主眼とされ、万博の役割が地球規模の課題解決の場として定義された新たな方向性を象徴しました。また会場はメイン会場の長久手会場と一部の会場である瀬戸会場の2カ所が用意されました。当初、メイン会場には豊かな自然が残る会場の森が予定されていましたが、環境への配慮から愛知青少年公園へと変更されました。会場内では、これまで各国ごとに独自のデザインを施すパビリオンとは異なり、モジュール構造の各建物の内装と外装を各国がカスタムするという環境負荷に配慮する工夫が凝らされました。会場内での移動には、トヨタグループによる自動運転システム、IMTS によるバス、グローバルループと呼ばれる会場周回路を走るグローバルトラムと自動車タクシーなど、環境に優しい交通手段が導入されました。また、長久手会場と瀬戸会場を結ぶゴンドラや燃料電池バスも提供され、エネルギー効率を意識した多様な交通手段が体験できました。会場へのアクセス面でも、愛知高速鉄道が新設した東武丘陵線、通称リニモが話題を呼びました。筑波博で会場内の交通システムとして活用された HSST 方式のリニアモーターカーがこの万博で初めて実用化され、最寄り駅である万博会場駅まで直接乗り入れました。このほか、愛知環状鉄道の薬剤駅もアクセス駅とされ、JR 名古屋駅からの直通列車、エキスポシャトルが運行されるなど、交通網も充実されました。また、この博覧会では、車での来場者のためにパーク&ライド方式が実施され、会場から一定距離離れたところに車を止め、そこからシャトルバスに乗って来場するという方式が取られました。さらに同年には博覧会に向けて中部国際空港が開港し、国内外からのアクセスが向上、地域全体の利便性も飛躍的に向上しました。2025年に大阪夢洲で開催される大阪・関西万博は、命輝く未来社会のデザインをテーマに掲げ、約2820万人の来場を見込んでいます。会場となる夢洲は1970年代に廃棄物処分地として埋め立てられ、後に新都心計画や大阪オリンピックの候補地としても検討されてきました。夢洲にはコンテナターミナルが位置する一方、万博の開発前までは湿地や水たまりが広がり、多くの生物の生息地としても知られていました。そのため万博の建設に伴う環境破壊への懸念も指摘されています。
博覧会の最大の見どころは大屋根リングで、高さ12から20メートル、幅30メートル、1周2キロメートルの世界最大の木造建築です。この大屋根は会場の主導線となるほか、雨風や日差しを遮る対流空間となる予定です。また会場内輸送では、会場の東西を結び外周道路を走行ルートとするトラムなどが使用されます。アクセス面でも大規模な整備が進められています。大阪万博は歴史上初めての海上万博で、アクセスのため大阪メトロ中央線の延伸により夢洲駅が新設されたほか、JR では会期中新大阪駅から桜島駅を直接結ぶ臨時列車エキスポライナーが運行予定です。また会期中は愛・地球博と同様にパーク&ライドが推奨され、主要駅や空港からシャトルバスが運行されます。このほか淡路島や神戸空港などからの回路も検討されており、来場者のアクセス手段は多様です。また万博開業に合わせて小田川左岸線が延伸し、大阪の新たな環状道路の一部として使用されます。また会場に足を運べない人のためにオンラインで体験できるバーチャル会場も整備されます。日本の博覧会史上最多の約150カ国と9の国際機関が参加を予定しており、期待が高まる一方で、工期の遅れや建設費用の高騰などの問題も指摘されています。横浜園芸博は2027年3月19日から9月26日までの期間、神奈川県横浜市の旧上瀬谷通信施設を会場に開催されます。テーマは幸せを作る明日の風景。会場の旧上瀬谷通信施設はもともと日本軍の倉庫として利用され、その後米軍の通信基地として使われていました。2015年に日本に返還され、広大な土地が残っているこのエリアでは、首都圏には珍しく広大な土地が広がっています。また横浜は歴史的に百合の輸出やバラ、チューリップの輸入を担ってきた園芸植物の玄関口であり、この園芸博もその歴史を前提とし、約1500万人の来場者が見込まれます。交通面では付近の4つの鉄道駅からシャトルバスの運行が検討されているほか、相模鉄道では博覧会に合わせる形で1万3000系が新たにデビューします。さらに博覧会後には上瀬谷パークという次世代型テーマパークの建設も計画されています。開催まで約2年あり、大阪・関西万博に注目が集まる現在では詳細な情報は出揃っていませんが、続報が注目されます。